レミリアとフランの人生相談第10回始まりました。みんなこんにちは。では早速いくね。就活中なんですが、ベンチャー企業への入社ってどう思いますか？僕はやめた方がいいと思う。一番大きな理由は倒産リスクが高すぎるってことかな。審査基準をクリアして上場したベンチャー企業ですら知らないうちに倒産したりしてるからね。でも今後伸びそうなマーケット、業界を知る上では役に立つよね。成長してる業界にベンチャー企業って多いから傾向はつかめると思う。あとは市場が成長するかわからないけど、最先端の技術が求められる分野にもベンチャー企業って多いよね。だからベンチャー企業の多い分野を調べて、その業界の企業に就職した方がいいよ。大企業は無理って人でも成長している業界にいる方が給料も高いからね。ちなみに現状は IT 系やサービス業が一番多いかな。スマホアプリを開発してる会社、営業、広告、求人用の動画作成を請け負っている会社、IT を活用して育児支援をしてる会社、2021年3月に上場したココナラという個人間のスキル売買を支援してる会社。IT やサービス業といってもその分野は幅広いから、どんな企業があるのか調べてみてね。ただしさっきも言ったけど、ベンチャー企業は事業継続が難しいんだ。ミクシーっていう会社も最初は求人情報サイトからスタートして SNS を運営したりしてたけど、一時期赤字だったもんね。でもスマホゲームのモンスターストライクが大爆発して黒字へと急回復したけど、そんなミクシーだけど2020年にはマザーズから東証一部に市場変更を果たしてるんだよ。これはうまくいったケースだけど、債務超過に陥ってそのままお亡くなりになるケースの方が多いかな。それでも世間ではベンチャー企業で働くメリットだってあるじゃないかという人もいるよね。大企業と違って業務の幅や裁量権が大きいし、スキルアップのスピードが速いっていうんだ。そんな人はぜひベンチャー企業に就職して何でも屋さん地獄を味わってね。そもそも人手が足りないんだよ。プライドの高い高学歴就活生なんて、こんなことまで俺がやらなきゃいけないのかって思っちゃうよね。いいように使われて永遠と雑務をやらされないように注意してね。普通の一般企業ではそういうことをやってくれる人たちがいるからこそ自分の業務に専念できるんだから。それから裁量権があるって言うけど、そんなことはないもん。そもそもベンチャー企業ってのは何もかもが足りてないんだ。そんな少ないリソースを有効活用して売り上げを伸ばすためには新卒なんかに裁量権を与えないよ。裁量権を任されるのはその会社の中で一番優秀な人なんだから。上場してるベンチャー企業の役員を見れば一目瞭然で、創業者以外はほぼ中途入社だもんね。仮に上場もしてないし売上規模も小さい会社でなら裁量権が大きいのかもしれないけど、でもそれって普通の企業の方が任される度合い大きいよね。だって数千万、数億円規模のプロジェクトに関わって仕事ができるんだから。次に将来性があるっていう人もいるんだ。確かにそれは否定しないけど、それ以上に倒産する可能性の方が高いんだよ。そもそも将来性があるって言うけど、その事業がうまくいくかどうかなんて予測できるものじゃないんだから。一般の企業は主力事業があるから社内ベンチャーなどを利用して投資を繰り返す体力を持ってるけど、ベンチャー企業は一発勝負だもんね。新しい技術やサービスは魅力的でも、それが世間に受け入れられるかどうかはわからないもん。それに給与は総じて低いことになっちゃう。その代わりとしてストックオプション制度があったりするけど、ストックオプションというのは会社の従業員に自社の株式を取得する権利を与えるものなんだ。例えば1000円で買う権利を与えたとして、現在の株価が2000円なら権利を行使して株式を買って売却すればその差額が儲けだよね。でもこの制度って勤めてる会社が上場できなければただの紙くず、絵に描いた餅なんだよね。それに上場できたとしても株価が500円まで下がっちゃったら意味ないし、それから人手が足りないから労働時間も長い傾向にあるよね。確かに一般の企業でも労働時間は長いかもしれない。それでも一応はコンプライアンスを重視しようとするからね。何かあればすぐブラックの烙印を押されちゃうし。ところがベンチャー企業はとりあえず売上優先なんだ。だって会社が潰れたら元も子もないもんね。だから細々とした規定や社内ルールは後回しになることが多いんだ。それをやりがいと捉える人もいるかもしれないけど、何でも嫌で終わらないよう注意してね。今言ってることが信じられないって人は有価証券報告書を見てみるといいよ。企業の決算内容の他に今後対処すべき課題を載せる欄があるんだけど、
上場してるベンチャー企業ですら人材が大事だから、これから求人や社内研修の管理規定を整備しますなんて書いてたりするんだよ。あとはそうだな、福利厚生も期待できないかな。少し話は変わっちゃうけど、人件費って給与、賞与、社会保険、社宅、退職金、福利厚生といろいろあるよね。そして健康保険料や厚生年金保険料は会社が社員1人ごとに 50% を負担してるの。社員1人雇うと思った以上にお金がかかるから、バイトや人材派遣を利用する会社って多いよね。とはいえ給与じゃない。仕事内容が大事なんだという人もいると思う。悲しいお知らせがあるんだよ。今手掛けてる分野を今後も継続できるとは思わない方がいいよ。だって利益が出なければ会社は終わりだから、入社した当初とは全然違う仕事をやらされるなんてことが多々あるんだ。せっかく就職したのにやりたい業務をできないなんてことになる可能性の方が大きいかな。ベンチャーの場合って利益が出ないから、やむを得ず別の業種に手を出すって感じだよね。やりたい仕事をさせてもらえないって点では一般企業でも同じかもしれないけど、でもね、一般企業の場合って異動願いを出せば何とかなったりするよね。それに大企業からベンチャー企業への転職は容易だけど、ベンチャー企業から大企業への転職は大変だし、将来起業したいと考えていたとしても人脈を作る場として一般企業の方を断然おすすめするよ。こう見るとベンチャー企業に就職するのはありえないと思う。でもベンチャー企業にとっては入社してほしいよね。ではどうするか。イメージ作りを行うんだよ。無知な就活生はこれに騙されるんだ。そもそもいい会社ならそんなことしなくても就活生って集まるよね。どうしてベンチャー企業だけそういういいイメージを前面に出した情報が多いのか考えてみればいいよ。お金をもらってそういう記事を書いてる会社があるってことだよね。どことは言わないけど、あんまり言うと怒られちゃうかもしれないからこの辺にしとくね。ではこれを参考に就職活動してみてね。それでは今回はこの辺で終了。また次回も質問待ってるよ。バイバイ。